くるくるフライドポテトを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、くるくるフライドポテトを作っていきたいと思います。くるくるポテトはですね、じゃがいもをくるくるして揚げていくんですけれども、今回ですね、味付けは塩、カレー、あとはですね、手作りのシーズニングレシピもご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。じゃがいも、薄力粉、塩、カレーパウダー、顆粒コンソメ、お砂糖、粉チーズ、乾燥パセリ、マジックソルト、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。まずじゃがいもの品種なんですが、今回はメークインを使っていきます。メークインはですね、このように細長くてくるくるポテトを巻く時に巻きやすいのでメークインを使用してます。もし細長くないものを使う場合は半分に切ってじゃがいも自体を細長くして巻いていただくといいかなと思います。メークインはね、ボコボコもしてないので一番扱いやすいと思います。そして今回ですね、味付けは普通の塩味、あとはカレー味、そしてあとはですね、手作りのシーズニングを作っていきたいと思います。この味付けに関しましてはお好みでやってみてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめにトッピングに使うカレー味と、あとは手作りシーズニングを作っていきます。最初にカレー味ですね。カレー味はカレー粉に塩1つまみぐらいですね。あとはお砂糖も1つまみ弱入れてください。これでよく混ぜます。はい、カレー味はこれで OK です。それでは続いて手作りシーズニングを作っていきます。器に顆粒のコンソメ、そしてお砂糖、あとは粉チーズ、そしてマジックソルト、あとはパセリを加えます。これをよく混ぜましょう。砂糖がね、塊にならないようにしっかりね、混ぜてください。はい、手作りシーズニングはこれで完成です。今回ね、マジックソルトを使って少しハーブ風味も入れてるんですが、もしね、マジックソルトがない場合は塩をね、1つまみぐらい入れてみてください。ちなみに今回使ってるマジックソルトはこちらですね。マジックソルトオリジナルというものですね。こちらを使ってます。スーパーで行くとね、100円ちょっとぐらいで買えますのでチェックしてみてください。手作りシーズニングはこれで OK です。それでは続いてじゃがいもの皮を剥いていきます。はい、このように皮を剥いてください。そして皮を剥いたらですね、こちらをスライサーを使って薄切りにしていきます。もしね、スライサーがない場合は包丁で薄く切るようにしてください。スライスする時なんですが、横長かあとは縦長があると思うんですが、細い方を下にしてスライスしてみてください。スライサーを使う時はこういったね、安全装置を必ず使用するようにしてください。スライサーはね、手を怪我しやすいので怪我をしないようにだけね、十分に注意してください。ではこちらをですね、固定してスライスしていきます。このようにスライスしてください。厚みはだいたいこのぐらいですね。2ミリぐらいかな。そのぐらいの厚みにしていただくといいかなと思います。そしたらですね、こちらのじゃがいもはボウルに入れます。そしてボウルに入れたらですね、塩を2つまみぐらいですね、まぶしてください。そして全体になじませます。このようにね、塩をなじませておいてください。そうするとね、じゃがいもが柔らかくなって巻きやすくなります。それでは残りも同じようにね、皮を剥いて薄くスライスしていきます。包丁で切る方もね、一応ご紹介します。こちらもですね、広く平べったい方とこの細長い方があるので、こちら側をスライスしていきます。このように固定して薄くスライスしましょう。ちょっと転がるのでこちらも手を怪我しないように注意してください。それではね、薄くスライスしていきます。包丁でもね、このぐらいはね、スライスできるかなと思いますので、手を怪我しないようにだけ十分に注意して薄くスライスしてみてください。そしたらですね、こちらも先ほどのボウルに入れて、またね、今度は塩1つまみぐらい加えて全体になじませておきます。はい、 OK です。それではもう一つもね、同じようにスライスしていきます。はい。で、3つ目もスライスが終わったらボウルに入れて、また塩1つまみぐらいですね、全体にまぶしてください。
はい、 OK です。そしたらこのままだいたい3分ほど置いておきましょう。はい、3分経ちました。こちらを一度さっと水洗いしてください。はい、で水洗いしたらですね、このようにじゃがいもは水に浸しておきましょう。というのもこの後くるくる巻いていくんですけれども、水を切った状態でね置いておくと、くるくるね巻いている間にその他のじゃがいもが変色しやすいので、使うまではねこのように水に浸しておいてください。そうするとね変色を防ぐことができます。それではね巻いていきます。まずですね、このじゃがいもの水分を拭き取ってください。1個につきじゃがいも1スライスから2スライスぐらい使っていきます。長さが10センチ未満のものは2枚ほど使っていただくといいかなと思います。このように水分をしっかり拭き取って、そしてまず1枚置いて、その上にもう1枚置いてください。だいたいね 1,2 センチぐらい重ねてください。あとは手前からくるくる巻いていきます。このように巻いてください。巻き終わりのところをですね、爪楊枝で刺します。こんな感じです。このようにくるくる巻いてください。続いて長さがね10センチ以上あるものですね。こちらも一度水分を拭き取ります。こちらはですね、もう10センチ以上あって長いので1枚だけでくるくる巻いていきます。そして同じようにね爪楊枝で巻き終わりを止めましょう。はい、こんな感じです。このようにね巻いてみてください。それでは残りのじゃがいもも巻いていきます。もし少量のじゃがいもで作る時は全部ね水を切ってから一度にね手早く巻いていただいても大丈夫です。それではね巻いていきます。できるだけねきつめに巻きましょう。はい、全部巻き終わりました。今回ね36個できてます。こちらはスライスの枚数だったり、あとはじゃがいもの大きさでも変わってくると思いますので目安にしてみてください。そしたらですね、この表面に薄力粉をまぶしていきます。裏面もまぶしましょう。これでまた薄力粉をまぶします。はい、 OK です。それでは今からこちらを油で揚げていきます。それではフライパンを使って揚げていきます。まずフライパンの底から1センチほどの油を注ぎ入れてください。油の節約をしたい場合は小鍋かまたはね小さめのフライパンを使っていただくといいかなと思います。今回はね一度に揚げちゃいたいので大きめのフライパンを使って揚げていきます。そしたらですね、まだ火にかけない状態でじゃがいもを入れていきます。常温の油から揚げることでじゃがいもの甘みも出て、かつですねカリッとしやすくなります。このように並べます。そしたら火にかけましょう。火加減は中火です。このままですね全体がカリッとしていい揚げ色になるまで揚げていきましょう。はい、今ねちょうど2分ぐらい経ちました。2分ぐらい経つとこのようにねじゅわじゅわっとしてくると思います。このままですね中火で揚げていってください。はい、今ね火にかけてから5分ほど経ちました。そしたらですねポテトを裏返します。反対側も揚げていきましょう。はい、で裏返したらまた動かさずに揚げていきます。火加減は中火から弱めの中火ぐらいで調整してください。はい、今ね裏返し始めてから5分経ちました。そしたらですね、あとは全体がカリッとするまで揚げていきます。このようにね転がしながら揚げてください。火加減はね強めの中火にしてください。揚げてる最中はねやけどしないようにだけ十分に注意して揚げましょう。時折ねこのように空気に触れさせながら揚げるとカリッとしやすくなります。あとねちょっと色づいてくるとかなり焦げるのが早くなってくるので、焦がさないようにだけね注意してください。はい、今ねトータルでだいたい12分ほど揚げてます。こんな感じでね表面がカリッとしてきていい揚げ色になったものから取り出してください。だんだん色づいてきたらね火加減は強めの中火から中火ぐらいにしていただくといいかなと思います。はい、こんな感じで美味しそうに揚がりました。このようにねポテトもカリカリに仕上がってます。そしたらね爪楊枝を取り外していきます。熱いのでねやけどしないように注意してください。このように爪楊枝をくるっと回していただくとスッと簡単に取ることができます。ではね残りも同じように爪楊枝を取り外していきます。
はい、これで OK です。このようにカリカリに仕上がってます。それでは今から味付けしていきます。まずカレー味ですね。こちら適当に入れます。そして全体にまぶしてください。ポリ袋に入れて袋でねシャカシャカしていただいても大丈夫です。カレー味はこのように仕上がります。続いて手作りシーズニングですね。こちらも適当に入れて、そして全体にまぶしてください。このねトッピングは熱いうちにやんないとくっつかなくなってしまいますので、温かいうちに行ってください。手作りシーズニングはこれで OK です。あと塩味ですね。塩味は普通にねここに塩をまぶします。そして全体になじませましょう。ここにね青のりなど入れていただいても美味しく召し上がっていただけます。このようにねトッピングはお好みでやってみてください。はい、これでくるくるフライドポテトの完成です。こんな感じに仕上がりました。手前にあるのが手作りのシーズニング、そして奥にあるのがカレー味、そして右手にあるのがシンプルな塩味になってます。こちらの味付けはお好みでやってみてください。はい、このようにねすごくサクサクに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。いただきます。手作りシーズニングがすごく美味しいです。では続いてカレー味もいただきたいと思います。いただきます。カレー味もねすっごく美味しいです。ポテトがねもうとにかくサクサクです。塩味はねじゃがいもの甘みが強く出ててすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のくるくるフライドポテトのポイントです。まずじゃがいもに関しましてはできるだけねメークインを使っていただくといいかなと思います。メークインは細長かったり、あとは表面がねあんまりボコボコしてないので作りやすいと思います。ぜひねメークインを使って作ってみてください。そしてスライスする時なんですが、今回はスライサーそして包丁バージョンをご紹介しました。どちらもですね手を怪我しないようにだけ十分に注意してスライスするようにしてください。そしてその後ですね塩をまぶして3分ほど置くんですけれども、そうすることでじゃがいもが柔らかくなって巻きやすくなります。そしてその後くるくる巻く時なんですが、巻く時はですねしっかり水分を拭き取ってから巻くようにしてください。短いじゃがいもに関しましては2枚重ねにして、長さがあるじゃがいもに関しましては1枚でねくるくる巻いていただくといいかなと思います。そして揚げる時なんですが、揚げる時はですね常温の油から揚げてみてください。そうすることでじゃがいもの甘みを引き立たせることができます。今回トータルでだいたい12分ほど揚げてます。こちらの揚げ時間は目安にしていただいて、全体がカリッとするまで揚げてみてください。火加減はねだいたい弱めの中火から中火ぐらいでやっていただくといいかなと思います。そして今回はですねカレー味、あとは手作りシーズニング、そして塩味、こちらの3種類ご紹介してます。この味付けに関しましては他にもいろいろ楽しめると思いますので、お好みでやってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はくるくるフライドポテトを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。